ループギア様から製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回は小型ライトループドットを紹介します。スタイリッシュなライトです。ライトというよりもガジェット的なものを連想してしまうアイテム。使ってみた感想をお伝えしたいと思います。まずはメーカーのループギア様のご紹介から。本拠中国は深センに置くライトメーカーです。もともとは宇宙好きのギーク集団、宇宙の魅力を何かに落とし込みたいと考えて始められたブランドだそうです。昨今のライト主流である光量至上主義から少し離れ、スタイリッシュで遊び心のある製品作りに取り組んでいる会社様。22年に初アイテムをローンチと比較的新しいブランドです。そんなループギアの新作ループドット、このライトもその見た目がまず目を引きます。目玉のようなライト部分よりもボディの半分以上を占めるドットディスプレイが目立ちますね。コンセプトは緊急時にしか使われないことからの脱却、毎日楽しく使えるものを目指して開発がされたそうです。大きさはこのくらい、重量は 40g、 手のひらに隠れるサイズのコンパクトなライトです。ボディはアルミ製、仕上げは丁寧です。悪いところがなく格好はいいですね。操作部分は上部に集約されます。オンオフ用のトップボタンと光量調整や選択に使うダイヤルが1つ。トップボタンは適度な押し心地。ダイヤルはカチリカチリとしっかりとしたノッチがあります。操作感はどちらも良好。まずは電源を入れていきます。最初に電池残量が表示され、その後これはメインメニューが表示されています。ダイヤルを回すとディスプレイのアイコンが切り替わっていきます。こちらはライト。これはテトリスかな、ゲームのモード。こちらは各種の設定。最後にロックモード。とりあえずライトを選んでまずは点灯をさせてみます。ライトモードではダイヤルで光量の調整。トップボタンの単押しでオンオフ。トップボタンを長押しすることでスポット、フロードの切り替えを行います。スポット、フロードどちらも光量は15段階に細かく調整が可能。最大・最小に到達するとバイブレーションでお知らせをしてくれます。ライトの性能を見ていきます。まずはスポットライトから。こちらは室内1メートル先を照らしています。最低出力が1ルーメンですから実用的なのは3レベルくらいから。最大出力の150ルーメンでもスポットはそう強くないので極端に明るいという印象はありません。こちらは屋外の2メートル先。さっぱりとした冷たい色合いの光です。出力は中レベル以上ないと物足りなさがあるっすね。続いてはフロードライト。室内の1メートル先を照らしています。柔らかい暖色系の光でこの距離でも中間レベル以上、8レベル以上で使いたいです。こちらは屋外の2メートル先を照らしています。映像からは最大光量でないとライトついたか認識するのも難しく、かなり広がる光ですからフロードライトは1メートルほどまでが実用的な光と感じます。面白い機能としてジェスチャーによるスポットとフロードの切り替えが可能です。点灯状態で手首を返すようにライトを加速させますと点灯のモードが切り替わります。トップボタンを長押しするよりは短時間で変更が可能です。ボタンを押すために持ち帰る必要もなくなる便利な機能です。ちょっと操作にコツがいる感じですが使っていて楽しいですね。特殊モードとしてターボ、ストロボにムーンモードを備えます。ムーンモードは 0.1 ルーメンと最初点灯しているのかわからなかったほど。真っ暗闇でライトを見失わないとかそういった使い方でしょうか。ターボとストロボは消灯、点灯どちらの状態からでもダブルクリック、トリプルクリックで瞬時に突入。緊急時にもしっかりと対応が可能です。さて、ループドット、ライトではありますが、それと同じくらいのメイン部分となるのがこのディスプレイ。52のドットからなるピクセルディスプレイを備えています。バッテリー残量を確認したり、カウンターやタイマーとして使えたり、ひいてはダイスを振ったりできちゃいます。こちらもモーションセンサーを用いた操作でライトを振るとダイスが回転。
最後に振ったのがいつだったか思い出せないほど人生でサイコロ振ることも私はないですが、意味もなく楽しくなって何度かやってました。こちらは道案内1000人モード。矢印がランダムに表示されるというもの。頼ったらどこに連れて行かれるのかは分かりませんが、進む道を誰かに決めてほしい時ってあるっすよね。一番やっているのが宝石キャッチャーというゲームです。単純なんですけど、レベル上がるとなかなか大変。動きが悪い方の手をほぐすのにちょうどよくて熱くなってやっちゃうことがありますね。およそ仕事や作業で使うことはない機能が多く搭載されています。こういう雰囲気、私は好きっすね。その他、ディスプレイを有効に使った機能として多彩な設定が可能です。バイブレーションの強さやディスプレイの光量レベル、ダイヤルをどちら向きに回すと光量をプラスとするかの設定や、パワーオフまでの時間、モーションセンサーのオンオフが設定できます。ダイヤルの向きが選べるというのは地味に便利な機能でした。こういった設定を簡単に可能としているのはディスプレイ搭載のメリットと感じます。ディスプレイの機能として時計を載せなかったのにもこだわりを感じました。このライトは日常に使うアイテムではありながら必須なものにはしていない。毎日にちょっとした彩りを与えてくれる面白いアプローチのアイテムだと感じています。さて、私の主な用途である機械のメンテナンスのお供、作業灯やそのバックアップ用ライトとして使ってみましたが、お世辞にも向いているとは言えません。光量は近場の作業であれば十分に感じますが、同じカテゴリーの競合品と比べバッテリーの持ちが悪かったり、丸っこいボディはツルツル滑り確実なグリップがなく、またその形からライト自立はしませんし、マグネットも内蔵されていませんので設置して使うには絶望的。両手を開けられないというのは作業灯としてなかなか勝手が悪かったです。一番に感じた問題は持ち運びの難しさ。単体ではストラップホールすらないつるんとしたボディで道具箱に入れるにも EDC として持ち歩くにも向きません。これ作業で使うばかりではなく日常使いでも感じたことでポケットなりに放り込んでおくしかないのですが、なんか嫌っすよね。私はループドットを使うにはこの別売りのクリップ機能を追加するカバーアクセサリーが必須と感じています。これをつけることで作業で使う際も扱いやすくなります。ただこのカバーアクセサリー、重量とサイズ、特にサイズ感が私の許容範囲を絶妙に超えてまして、そのため工具箱に留めるにも EDC で毎日持ち歩くにもなんか惜しい感じにはなっちゃってます。このライトのコンセプト的に無駄を省くデザインが必要だったのかもしれませんが、この持ち運びの難しさは毎日使うことを難しくしています。次回作やアップデートがあれば良いソリューションを期待したい部分となってます。あとはライトつけてる時にせっかくのディスプレイに何も表示されないというのは少し寂しい感じ。ライトを使っている時にディスプレイ確かに見ないんですけど、急に実用的な雰囲気になっちゃって、なんかひとひねりあったら面白かったかとは感じました。見せるライト、ループドット。純粋なライトとはだいぶ趣が違います。フィジェットトイとまでは言いませんが、面白く独創的なライトでした。ライトですがおもちゃみたいな面白さを持っていて、面白トイですがライトとして暗闇から救ってくれます。この見た目やコンセプト、刺さった方お試しいただきたいアイテムです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。